こんにちは、レイムです。おっす、マリサだぜ。ご無沙汰してます。青子です。長い歴史は幕を下ろし、そして新しい伝説が始まった。新しいゲームのお話ですか？ハーレーの新型モデル、スポーツスター S の発表があったんだけど。さらば空冷、ようこそ水霊、ってことらしい。マリサ。何？ハーレーのこと、全然知らないよね。なので、わからないなりに色々調べてみたぜ。下手に手を出すと火傷するかもですよ。かっこいいバイクをネタにしないで、何を動画にするんだ。かっこいいバイクは人類の宝だ。というわけで今回は、新生ハーレーの新型バイク、スポーツスター S を考察していくぜ。それでは、青月電子台、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。今回の流れはこんな感じだ。1、最近のハーレー動向。2、スペック考察。です。ちなみに主はハーレー初心者です。ビギナー目線でハーレーをゆっくり考察しております。間違いなどがあれば、優しく教えていただけると嬉しいです。じゃ、始めるか。1、最近のハーレー動向。まずはハーレーの運営事情からだ。新型の解説じゃないの？いきなりその話でもいいんだけど、やっぱり毒を食らわば皿までだ。使い方違うよ。最近のハーレー新型モデル発表は、新ジャンルに挑戦してるモデルが多い。例えば？電動モデルのブランドとなったライブワイヤー、アドベンチャーモデルのパンアメリカ。そして、空冷エンジンと決別したモデル、スポーツスター S だ。新ブランドに新ジャンル、新型車とニュース連発ですね。継続モデルのアップデートではなく、新ジャンルや新モデルを連発するってことは、なんか理由がありそうだ。そのあたりはいかがなんですか？もちろん、火のないタコになんとやら。こんな記事を見つけたぜ。ハーレーダビッドソンジャパン、米本社で大改革、日本の戦略転換、新社長も就任。この記事によると、2020年5月にハーレーダビッドソン HD の CEO が交代。そして、ハーレーダビッドソンジャパン HDJ も、2020年12月に日本人社長が就任した。経営者の交代はよくあることじゃないの？そうなんだが、HDJ の日本人代表取締役社長就任は、2011年以来9年ぶりなんだ。こうした新しいモデル、新体制でのチャレンジは、HD が7月に発表した新しい戦略計画。ハードワイヤープランが軸になってる。再生計画みたいなものですか？そもそもハーレーは高級車を販売するブランドで、単価も高いし、商売繁盛ってイメージなんですけど。これまで、って話だな。ふむ。知っての通り、ハーレーのメインマーケットはアメリカだ。1985年に登場した新エンジン、エボリューションを搭載したバイクでシェアを伸ばしてきた。最近では主要顧客の高齢化から販売不振となり、コロナがそれを後押ししてしまっている。ふむ。ハーレーはこの状況を打破するため、よりスリムで機敏な組織、グローバルな運営モデルへの見直し計画を発表した。それが2021年から2025年にわたる戦略計画、ハードワイヤーだ。ネーミングセンス抜群。6つの柱で、ハーレーに変化をもたらすぜ。選択的拡大は、新しいセグメントへの挑戦と成功への取り組み、アドベンチャーモデルのパンアメリカを発表。電動化をリードでは、モデル名だったライブワイヤーは、EV ブランドの総称となり、電動市場をリードするためのブランドへ変わった。そして最定義は、物語の刷新、新しい伝説の幕開け。生まれ変わったスポーツスター S だ。そして、日本市場の活性化のため、2011年以来9年ぶりに日本人代表取締役に着任したのが、野田和夫氏だ。ナイスミドル。日本市場には日本人、ってことだな。で、今回紹介する新型については、日本と親和性が高いということで、販売には特に力を入れてきそうだ。パンアメリカやライブワイヤーに比べれば、刷新ってことで、今までのお客さんにもアプローチしやすいですからね。というわけで、ハーレーのニュース連発の理由をサクッと確認したとこで、お次はスペックを見ていくか。2、スペック考察。今回はスポーツスター S をメインに、同系エンジンだがジャンル違いのパンアメリカと比較しながらスペック考察していくぜ。なんでジャンル違いで比較するの？発表された新型、スポーツスター S とパンアメリカは、同形式の水冷エンジンを搭載している。ですね。でも、若干味付けが違うんですよね。そうだ。で、水冷エンジン技術は、今後の排ガス規制と深く関係してくる。この2台は、今後の空冷 V ツインエンジンの存在を左右する試金石だ。空冷はさようならじゃないの？その件はこの後で語ってくぜ。それじゃ、スペック比較しながら、新しい水冷エンジンの魅力を探っていきたいと思う。エンジン。シンボルとなるエンジンについてだ。今までは空冷 OHV という仕様だったエボリューションエンジンに別れを告げ、新型は、DOHC と可変バルブを採用した水冷パワートレーン、レボリューション MAX エンジンを搭載している。パンアメリカにも同形式のエンジンを積んでるんですよね。そうだな。排気量は同じ、最大出力は152馬力 8750rpm、13.06kgm6750rpm だ。
同じエンジンですけど、結構違いがありますね。ちなみに、スポーツスター S からは最高出力が記載されるようになった。今までは記載されてなかったの？出力が記載されると、こうして馬力比較をしてしまいがちだ。なので、ハーレーでは最高出力を公式公開していなかった。大排気量だから大出力、という宣伝効果を狙っていないからだ。でも、今回から記載されたと、こんなところからも変化が始まってるんですね。うんちくでした。で、燃費はスポーツスターが 20.8 キロ、タンク容量 11.8 リットルで、航続距離は 245.4 キロ。パンアメリカが 19.5 キロ、タンク容量は 21.2 リットルで、航続距離は 413.4 キロだ。航続距離は国産アドベンチャーのベンチマーク、V スト 1050XT を超える。味付けの違いで、これだけ変わるエンジンなんですね。ちなみに、ハーレーにはエンジンに名前がついてますよね。新型はレボリューション MAX という名前ですが、今までのスポーツスターのエンジンはエボリューションでした。このエンジンの登場にも、何か理由があるんですよね。1970年代後半のアメリカでは軽くて速くて壊れない日本製バイクが脚光を浴びてた。それと比較しハーレーは重い遅い壊れるってことでブランドイメージが低下。そんな日本製エンジンに対抗するために、今までのエンジンを進化させたのがエボリューションだ。このエンジンで品質向上を図り、ハーレーは飛躍した。ちなみに水冷エンジンは、すでにレボリューションって名前で存在してて、さらに進化させたってことで、名前の後ろに MAX がついてるんだな。だから新型のエンジンはレボリューション MAX なんですね。確か、空冷のデメリットは、排ガス規制対応が難しいってことでしたよね。今後はこのエンジンがガンガン搭載され、空冷 V ツインはさようならってことなんですか？そうでもない。そのための水冷化じゃないの？実は空冷でも、最新技術を使い排ガス規制をクリアしているバイクは存在する。例えば？ホンダの GB350 だ。今の技術なら空冷エンジンでも採算が取れる、ってことだな。確かにそうですが、排気量が違うし単純な比較はできないんじゃ。確かにそうだが、それゆえに模索が必要なんだよ。今のハーレーが持つカードは、由緒ある空冷、最新の水冷、次世代 EV の3つだ。水冷と EV で屋台骨を支え、空冷技術を磨き、伝統は守り続ける戦略だと邪推してる。空冷は目で続ける、と。そうだ。やっぱり空冷のサウンドと振動には惹かれる。もし主がハーレーオーナーになったら、絶対あの音を楽しんじゃう。もうドロッドロって鳴らしまくっちゃう。妄想大爆発ですね。エンジンだけにな。エクステリア。次はエクステリアです。カラーは黒、焦げ茶、白の3色だ。タイヤサイズはフロントが 160-70R17、リアが 180-70R16 だ。歴代のスポーツスター中でも、最大級のタイヤサイズですね。迫力がありますね。車重は228キロだな。XL1200NS やXL883N な256キロなので、25キロ軽くなってる。ホンダのレベル100-223キロと同じぐらいの重量で、重すぎるってことはない。アイアン1200に主がまたがった時は、店員さんに指導してもらってやっと引き起こせてましたしね。重心が低くて重いから、引き起こしにはコツがいるからな。すぐ慣れると思うがよ。新型はマフラーが高い位置にあるから重心が高そうに見えるけど、紹介動画を見てると、そんなことはなさそうだな。膝のあたりに液マニが通ってますが、熱くないのかな？じゃ、二つ目のポイント、マフラーを見てみるか。マフラー。先代のマフラーは、綺麗にエンジンを避けてましたが、新型はシリンダーブロックの真横をぶち抜いてますね。高い位置にハイマウントエキゾーストでオフロードを意識してるのかな？いや、排気熱の対策みたいだな。でも、この位置だと思いっきり太ももに液マニが当たりそうですけど。走行シーンを見てると、こんな感じだ。こうなるわけですか。走っていてもマフラーやエンジンを見せるポジションですね。ステップ1はオプションで変更できるから、好みに合わせて調整だな。マフラーは先代と比べて短くなったようですね。セオリーでは音量アップすると思いますが、どうなんでしょうね。ハーレー公式動画で走行シーンはあったけど、排気音だけを聞ける部分はなかったので、今後に期待だな。動画といえば、バイザー、リアツインサス、シリンダとクランクケースを避けた定番のマフラーのカットがあったぜ。ちゃんと準備してあるぞ、ってことですね。だな。エンジンが水冷化されて、すっきりした液マニの外観もいいけど、V 型エンジンの独特な液マニ取り回しには迫力があるからな。先代から見た目を極力変えようとしているハーレー、従来型を好むライダー、難しい部分ですね。ちなみに多い。さっき話してたレボリューションエンジンを搭載したハーレーを少しだけ話しておくぜ。市販発の水冷エンジンね。ナイトロッドスペシャルってモデルで、ポルシェがエンジン開発に参加したとかしないとか。どんなデザインなの？それでは、お写真、ドン。スポーツスター S と似てますね。で、エンジンサウンドだが、YouTube で動画があったので聞いてみた。メカニカル音は少なくて、甲高いパパパっていう音も量子感もちょっと少ない、普通の2気筒エンジンサウンドに聞こえるぜ。ハーレー素人の感想です。ご容赦ください。
で、新型のサウンドはどんな感じでしょうね。パンアメリカのエンジンサウンドなら、YouTube で聞くことができるぜ。これはもうハーレーではない。想像を超えたハーレーフロンティアスピリッツパンアメリカ1250スペシャル。この動画の7分30秒頃から排気音を聞くことができたぜ。やっぱりスト1050やアフリカツインの2気筒の音によく似てるもちろんスポーツスター S とパンアメリカと異なるエンジン味付けなので、音にも違いはあると思います。じゃ次は、走りに直結する部分を見ていくか。シャシーと足回り。デュアルパーパスパワートレインってありますけど、これは何でしょう？エンジン自体をフレームの合体とする構造だな。フレームにエンジンを収めるんじゃなくて、エンジンにフロントフレーム、ミッドフレーム、テールセクションを組み付けて骨格を形成する方法らしい。まさに、エンジンを見せるための作り方ですね。そうだな。空冷はエンジンの作りがスッキリしているから、フレームにも余裕があって、いい感じで収まってた。左右側面、どちら側から見ても、エンジンドーンって感じでしたね。水冷エンジンになり、エンジンが一回り大きくなってる。従来のフレーム形状だと搭載が難しいから、フレーム構成も新しくなったんだと思う。ただ、ちょっと残念なのは、反対側から眺めた時だ。あら。マフラーはうまく車体に溶け込んだデザインだけど、反対側はメカメカしくて、エンジン主張が控えめなのが寂しい。そうですか？今までと違い、ぎっしり詰まってる感があるし、ラジエーターもアンダーカウルっぽくデザインされて気にならないし、言うほどじゃないと思いますが。ま、人それぞれってことか。じゃ、足回りだが、フロントサスペンションは整立から倒立に変更されてる。フレームレスな分、フロントを倒立にすることで剛性を確保しているのかもしれんな。先代の成立サスの時は、メッキ加工がアクセントになってたけど、新型ではブラックアウトされてる。ここも見た目の大きな違いだな。ブレーキ周りはどうですか？前後ブレンボでラジアルマウント、ラジアルブレーキマスターだな。XL は普通のマウントでしたね。こうしてみると、色々と変わってるんですね。そうだな。見た目以上に中身も変わってるぜ。それじゃ電子制御を見ていくか。電子制御。新型にはディフェンシブライダーシステム RDRS が搭載されてる。パフォーマンスを最適化する様々な制御が詰まってるぜ。その一部を紹介するぜ。ライディングモード。プリセットされたライディングモードが選択できる。モードはスポーツ、ロード、レーンの3種類。もちろん独自の設定も作れる。パワー、エンジンブレーキ、ABS などの設定が登録可能だ。C、ABS、C、TCS。通常の ABS や TCS は、タイヤがスリップや空転した際に制動力や出力を制御している。旋回中にこの制御が発動すると、車体がアウトに膨らんだり、横滑りしたりする場合がある。なので車体の走行状態を IMU で感知し、旋回中でも ABS や TSC の動作を適切に制御してくれる機能だ。C、DSCS。ライダーが突然低速ギアに切り替えたり、濡れた路面や滑りやすい路面で減速したりした時など、減速中に発生する過度の後輪スリップを減らしてくれるぜ。クルーズコントロール。これが一番嬉しい装備じゃないかな。空冷版には搭載されていなかったからな。今回搭載された電子制御の中では、一番よく使う機能だと思う。セキュリティシステム。イモビライザー機能で、配線直結でのエンジン始動を不可能にしたり、システム作動中に異常な振動や傾斜角度を感知したら、ライト点滅で周囲に異常を知らせてくれる。キーレスエントリも含まれるぜ。Bluetooth 接続。スマホやヘッドセットの接続ができ、音楽や電話ができる機能ですね。このあたりの機能も、一気に今風になったな。残るは、価格だけですね。車両価格。最後は肝心のお値段だ。7月から正規ディーラーで注文受付開始、リリースは秋頃予定って話だ。スポーツスターはハーレー入門用モデル価格帯だったけど、新型は一気に飛び越えてしまったな。ハーレーのラインナップの中では、スポーツスターは130万円台からのリーズナブルなモデルでしたからね。今はまだ空冷のスポーツスターも購入できるし、水冷が出たからって空冷の価値はすぐには下がらないだろう。最後の空冷スポスタってことで、プレミア化するかもですね。かといって、FA、X や FL クラスになると、200万クラスだし、悩ましいところだな。まとめ。やっぱりバイク好きなら、そのデザインやサウンドに惚れて、一度は所有してみたい一台だよな。ですね。ハーレーの V 型空冷エンジンを味わいたくて、色々情報を調べてましたが、扱いが難しそうだったり、値段が高かったり、色々なハードルがありました。今回の水冷エンジン搭載で、可用性の部分はより向上したと思っていいんですよね。だと思うぜ。水冷で FI エンジンってことは、普通のバイクと変わらないからな。メーターも液晶で、インカム接続もバッチリ、電子制御も盛りだくさんだしな。じゃ、その違いを比較してみますか。今回は比較コーナーはお休みだ。レベルとか R18 とかボンネビルボバーとか、比較して欲しかったのに。唯一無二のハーレーを、なんと比較するのだい？資料集めをサボりましたね。今回は以上だ。ス
スポーツスター S は2021年7月14日より国内正規ディーラーで予約販売開始で、価格は185万8000円からです。今回は以上だ。次は青子のバイクニュースのコーナーです。青子のバイクニュースのコーナーです。今回のネタは何かな？スズキの GSX-S1000 の展示車についてのお話です。お、展示車見つかったのか？やっと見つけましたよ。どうやって見つけたの？スズキのサイトにある展示車検索です。愛知県で検索したら、スズキワールド森山がヒットしました。ついに見つけたな。お盆休みは8月8日から14日までです。早速、店舗に確認してみるぜ。はい。こちらスズキワールド森山店です。鈴木 HP の展示車検索で GSX-S1000 を検索したら、森山店さんがヒットしたんですけど、展示車ってあるんですか？そんな情報どこで見たんですか？いや、鈴木の HP で。今のところ予定はありませんよ。そうですか。ありがとうございました。あ、よく見ろ青子。検索結果が GSX-S1000FABS 展示車になってる。あ、ごめんなさい。先走ったな。じゃあ、もう一度検索を。あ、試乗車が見つかりましたよ。場所は、鈴木ワールド豊川です。ほら。ほんとだ。表示は GSX-S1000ABS ってなってるな。よし、早速確認の電話だ。はい。鈴木ワールド豊川店です。青子と申しますが、G。本日は定休日です。またもう電話を。あら、お休みのようですね。じゃあ、HP を確認してみましょうか。展示車があれば記載されてるかもしれないし。残念でした。サマルトリアの王子状態ですね。リリザの宿屋は探してみたか？はい。いや、何でもない。原車が見れるのは、まだまだ先になりそうですね。先日の GSX-S1000 の動画コメントにも、購入しました報告が数件ありましたので、もしよければ、その後のお話も聞かせていただけると嬉しいです。展示車、試乗車情報もお待ちしてます。自慢話も大歓迎だ。では、今回はこの辺で。それでは、See you!